YouTube のチャンネル登録者数は145万人にもなり、テレビや雑誌にも出れるようになりました。天狗になりますよ。俺金あるからいいよ。おごってやるよ。って感じで、友達と飲みに行って、朝までベロンベロンになるまで飲んで、俺が一番仕事できる、俺が店長だって、タメ口でおなちらしたりとかね、それもお客さんに見える前で、もうとにかく俺に言う通り黙ってやれと。またこれできてないよ。俺あれもやってないじゃん。なんで俺の失敗ばっかするんだ。そういう注意を前にされるようなわけですね。でも僕はそれを、受け入れられない。やりますっていう返事じゃなくて、あ、はいはい、わかりました。はいはいはい。もうこんな返事です。こんにちは。ズボラストレッチの深井です。いつもと違うサムネイルとタイトルを見て、びっくりして見に来られた方も多いと思います。そしてタイトルにもある通り、僕がラーメン屋だったというのは嘘ではありません。実は、僕が小遣い1万円の状態から YouTube ゼロから始めて、9月で丸4年が経過しました。皆さんのおかげで YouTube のチャンネル登録者数は145万人にもなり、テレビや雑誌にも出れるようになりました。僕は普段ストレッチの発信をしているんですが、今日はいつもご覧いただいている視聴者の皆さんに何か別の形でお役に立てないかなと思ってこの動画を撮ることにしました。この動画は今人生が楽しくない、苦しい、辛いと思っている方に応援の意味を込めて、僕自身が小遣いたった1万円しかない、時間がないサラリーマンという絶望的な状態からどうやってここまで来れたのかという話をさせていただきます。と言いますのも、 YouTube チャンネル登録100万人を達成した時にテレビ東京のニュース番組ワールドビジネスサテライトが僕を取り上げてくれました。実はこのオファー来た時、僕すごい迷って一度断ったんです。もっと僕なんかよりもっとすごい YouTuber さんたくさんいますよっていう風に断りました。でもその時のテレビディレクターの方から、他の YouTuber じゃダメなんです、何もなかったサラリーマンからここまで来れた深井さんだからこそ多くの方々に勇気を与えられるんですという風におっしゃっていただいたことがあります。もう僕って皆さんが見ての通りおしゃれでもないし、かっこよくもないし、ダイエットとかストレッチの発信をしてるのに僕自身が痩せてない。そして YouTube 始める前は小遣いがたった1万円しかなくて、生活も本当にギリギリのただのサラリーマンでした。これはあまりお話していませんが、小学生の頃から決して裕福な家庭ではなくて、どちらかというと貧乏な家庭に育ったので、ずっとお金には苦労し続けてきた人生です。子供の頃も大人になってからもやりたいことは全てお金が原因でできませんでした。もちろん大学にも行けてないので僕は高卒です。そんな何も持ってなかった僕がどうやってそこから抜け出したのか、そんな僕だからこそすごい今ギリギリで苦しい状態に置かれている方に、私も今日からもう一回頑張ろうって勇気を与えられるんじゃないかなと思って、今日は僕の過去の話を改めてさせてください。もう幼少期からとにかく波乱万丈な人生でした。僕が小学生の頃、父親が会社を経営していて、比較的裕福な家庭だったなっていう記憶はすごくあります。ただ僕が高学年になったあたりでガラッと変わります。もう今でもはっきりと覚えてますが、父親の会社経営がうまくいかず、父親が自己破産宣告をしました。僕の記憶の中だと確か横浜あたりに自己破産の宣告に行って、その帰り道で食べたこう回らないお寿司が家族3人で食べた最後の贅沢だったような記憶があります。そして 3LDK の結構広いマンションから 2K の正直ボロい木造アパートに引っ越します。これ自分で言うのもあれなんですけども、比較的友達が結構多くて、家に友達がよく遊びに来るっていう家だったんですね。ただその時の僕の心境はですね、やばいなと。正直誰がどう見てもボロくなってるし、狭くなってるし、これ友達にあんまり見られたくないな、なんて言われるのかなっていうのが僕の正直な心境でした。そう思っててもやっぱり友達は自然に遊びに来るわけで、なんか深井に引っ越したんでしょ、行っていいみたいなのも軽いノリで来るわけですね。その頃めちゃくちゃ懐かしいですが、パワフルプロ野球かウイニングイレブンですね。これをやって友達とよく遊んでました。僕はもう友達に何て言われるかなってすごく不安だったんですけど、本当に遊びに来た友達何にも言わず嫌な顔もせず遊んでくれてました。でもこれは今となって僕のあくまで予測ではあるんですけど、多分気づいたと思うんですね。誰がどう見てもやっぱり狭くてボロい家だったので、それを見てなんか僕の家が貧乏になったのかなとか、なんかお金がもしかしたらないのかなってことを分かってくれてて、だから僕に気を使って何も言わなかったんじゃないかなと今では思います。これが僕が通ってた大森第一小学校の校庭です。これね、土じゃないんですよ。
なんかこうゴムみたいな地面なんですけど、ここで運動会とかしてました。もともとはなんか土のグラウンドだったんですけど、それがその小1から小2にかけてこの校舎が新しくなったタイミングで校庭もこんな風に新しくなってですね、出ますかね、大森第一小学校、ここに6年間ずっと通ってました。めっちゃ懐かしい。超綺麗なの分かります？これ小学校ですよ。小学校のに見えないでしょ。めっちゃ綺麗。大森第一小学校、大森第一小学校、懐かしい。そしてちょうどその頃にですね、僕野球がもう大好きだったんですけど、地域の野球チームに入って野球をやり始めました。ただ最初に両親に買ってもらったグローブがちゃんとした革ではなくて、こうビニールというかちょっとなんか違う素材だったんですね。野球やってたことある方って分かると思うんですけど、なんかグローブとかって交換しません？ちょっとお前のそのグローブいいじゃん、使わせてよみたいな感じで、それって結構僕はあった記憶があるんですね。でそれでなんか友達のグローブ借りて使ったら、あれなんか全然違えぞと思って、そこで初めて気づいたんですよ。なんか僕のグローブ違うなって。まあその友達のグローブの方がなんか絶対いいものだっていうのを見て分かったんです、小学生の僕でも。でも、先ほどお伝えした通り、僕の家にお金がないってことが分かったので、それを言えなかったんですよね。そしておそらくその次のお年玉で革のグローブを買ったのを覚えてます。なんかこういう感じのミズノとか有名なメーカーのグローブ欲しかったんですよ。でもそれって確か金額こんぐらいなんですよ。結構するんですね。だからやっぱ我慢して、やっぱりこう知名度としてミズノがあって、なんかみんなミズノ使ってて、あ、いいな、そっち欲しいけどって感じで、欲しい、やっぱかっこいいなっていうのは1万円全然超えたんですけど、なんかどうしても買えなかったです。もうでもそのなんかちょっとビニールみたいな安っぽいグローブからちゃんとした革のグローブが手に入って、もうめちゃくちゃ嬉しくて、もう毎日のようにこうグローブに油を塗ってこう手入れしたのを覚えてます。でそのお年玉で買ったグローブをもう中学生になるまでずっと使っていました。で監督にこうグローブはたくさん油を塗って、でこうボールを間に挟んでこう丸めて、それで電子レンジに入れてチンするとグローブが柔らかくなるって言えたんで、もうそれをですね毎日のようにやったのを覚えてます。まあお母さんはすごい嫌な顔してましたね。だって食べ物をね温める電子レンジで革のもう外で使ったもう泥まみれのグローブを電子レンジの中に入れて温めるわけですからね。松井選手とかイチロー選手が守ってるこう外野を守ったんですね。で満塁、この塁に全部走者がいて埋まってる時に僕の方にゴロこう転がってきたんですよ。でそれを別に普通に取ればいいのに、それを僕トンネルしちゃったんです。取れなかったんです。後ろに反らしちゃったんです。小学生の野球場ってもうフェンスとかすごい後ろの方なんでずーっと転がってっちゃうんですよ。で自分でバーって追っかけていくんですけど、まあそんだけ転がってったらまあその間にホームランになっちゃうわけですね。本来は1点だけ取られるはずが、僕のそのトンネル後ろに反らしたことで満塁ホームランになっちゃって4点取られたんですよ。でその結果5対8、3点差で負けたんですね。これも単純計算、僕が、トンネルしてなければ勝ってるって計算なんですよ。だからこれはねめちゃくちゃ印象に残ってます。正直そんなに僕野球がめちゃくちゃ上手いっていうのじゃなかったんですけど、すごい好きで頑張って、なんか自分なりにすごい頑張ったので、めちゃくちゃ悔しかったっていうのをよく覚えてます。もうその試合ではですね、もう打つ方もヒットも一本も出ずにもう本当に散々でした。そのトンネルエラーをした後には、すぐ僕はもう交代させられて、ベンチでこうしょぼんとしてたのを覚えてます。ただですね、中学校2年生になってからですね、野球よりも卓球の方が自信がついてきたんですね。もうさっき言った通り、そんなに僕野球上手くないんですよ。だって半年間一本もヒット打てないぐらいですから、それでなんか卓球がちょっと強くなってきて、野球よりもこう卓球を優先するようになったんですね。その頃は僕は区の大会、東京の大田区の大会でもう入賞、メダルもらったりできるぐらいの腕前になってました。で、この頃になると、もう卓球で高校に行きたいっていう気持ちがすごく強くなってました。で、高校受験の話が出始めた頃に、東京の安田学園っていう男子校の存在を知りました。で、卓球でもこう東京で3番目、4番目ぐらいに強い存在だったんですよ。だから結構全国大会にこう、いつも出てるなって印象だったんですね。で、その頃の僕からすると、すごくちょうど良かったんです。一番強い高校はですね、実践学園高校っていうのがあって、で、2番目が日大武山高校だったんですよ。この1位、2位は決まってて、安田学園なんかもしかしたらいけるんじゃないかなっていう気持ちがあって、だからこう、中学校の部活、夏の大会を引退した後に、安田学園にこう練習に混ぜてもらいに行ったんです。もう僕の中では決意が固まってました。安田学園に行きたいと。ただ何かのタイミングで父親に安田学園に行きたいって話をしたんですね。そしたらですね、一言、私立へ行くなら働けという言葉を言われて、この一言でですね、僕は私立に行くことを諦めます。安田学園っていうのは私立です。こ
この一言だけを聞けば、それ、お父さん冗談で言ってんじゃないのって思う方もいるとは思うんですけど、その頃の僕なりに聞いてる感じ、冗談じゃなくて本気で言ってるんだなっていう風に感じたんです。ただ、今思えば、こうやって父親のせいにしてるだけで、僕が何としてでも安田学園に行きたい。絶対俺は行きたいんだっていう気持ちは、そこまでもしかしたらなかったのかもしれません。そして、もともと安田学園行くにしても、なんかこう推薦で受かんなかったとか、卓球推薦取れなかったっていう時に、こう滑り止めで都立高校は考えていたんですが、その時に考えてた高校が、晴海総合高校っていう総合高校なんですね。なぜ、その普通科じゃなくて総合高校を選んだかっていうと、なんとなく、普通科で普通に勉強してもお金持ちにはなれない。貧乏なままなんじゃないかっていう思い込みがあって、なんかスキルを身につけたい。何かを学びたくて、総合高校の方がいいんじゃないか。これぐらい安易な考えでした。でも、晴海総合高校、確か偏差値が60前後ぐらいだったので、当時の僕の学力だと、合格率70% ぐらいだったんですよ。こう全国の模試で。70% って数字今でも覚えてます。で、これ普通の中学生だったら、滑り止めに私立っていう手があると思うので、70% チャレンジすると思うんですよ。ただ僕は、落ちたら働かなきゃいけない。それがずっとこう脳裏にあって、チャレンジすることを諦めます。その時結局、その学区内でなんか学べそうって思ったのが芝商業高校だったので、そこを受験することに決めました。結構学力下げたので、最初の国数 A 終わった時点で、やばい、お腹痛くなった、トイレ行きたいってなって、理科社会受けれなかったとしても、それでも受かるぐらい余裕がありました。そのお金を自分で勝手に理由にして、こう頑張らない理由、やらなくてもいい理由を自分で勝手に探したんだと思います。でもこれ、今僕話してて思いますけど、なんかダサいですよね。何々だから、両親がとかお金がとか、なんかそれを理由でできないっていう風に決めつけてたっていうのは、これ自分ですごい今話しながら反省をしています。でもその頃の僕はもうとにかくお金がないことがコンプレックスで、それがどんどんこの高校受験も機にさらに強くなっていきます。だから将来は絶対にお金稼いでお金持ちになりたいと思った僕は、高校生になってまず最初にやったことはアルバイトを始めることでした。一番最初アルバイトしたのはあるあるだと思うんですけども、マクドナルドです。シンプルにですね、マクドナルド好きでした。というよりも今でも好きです。めっちゃ好きです。もう最近ダイエット中なんで我慢してますけど大好きです。そして面接受かってこうアルバイトを始めるわけですが、ただはっきり覚えてるんですが、その頃ですね、その厨房の頃のこのアルバイトの方々はもうみんな外国の方だったんですね。そしてもう厨房内の公用語は完全に中国語でした。日本語よりも中国語が飛び交ってる状態だったんです。で、毎日のように一緒に働いてて、その中国の方々はなんか日本語学校とかに通いながらマクドナルドでアルバイトしてるっていうのは理解はしたんですけども、なかなかこの方々は日本語が上手くならないなーなんてね、高校生ながらに思ってしまって、生意気に。その時に、なんか僕、わかんなかったんです。どうしていいかわかんなかったけど、でもせっかく働いてるんだったら、この中国の方たちとも仲良くしたいし、なんか楽しく仕事がしたいなと思ったんで、僕がその時に取った手段がですね、逆に僕が中国語を覚えるっていう手段を取ったんです。これどうやって中国語を教わるかって話なんですけども、中国の方でも日本語結構喋れる方がいて、そういう方々にですね、頭下げて中国語覚えたいんだって話をして教えてもらってました。まず最初に挨拶教わりました。私は深井です。よろしくお願いします。これちょっといきますね。わじゃお、すんじん、バイト。中国の方からすると発音が合ってるかちょっとわかんないです。ただ一応、この人は僕たちに自己紹介をして仲良くなろうとしてくれてるんだっていうのはすごい伝わったみたいです。だからすごい仲良くなるんですよ。わじゃお、すんじんって言うと、向こうも、って話しかけてくるんですよ。バーって話しかけてくるんですよ。この子は中国語喋れるんだって認識して、バーって喋ってくるんですよ。でも、ヒアリングはできないので、わかんないってこう、で、英語だったらアイドンノーなんですけど、それすらも教わってなかったんで、もうちょっとわかんないっていうのをやってると、そうなんだ。いいよ、仲良くしようね。みたいな感じですごく、中国の方とも仲良くなったのを今でも覚えています。今でこそ、深井さんって誰とも仲いいよねって言っていただくこと、すっごく増えたんですけど、多分そうなったきっかけも完全にマクドナルドです。ただ、この頃になるとですね、卓球部よりも、アルバイトの方が楽しくなってしまったんですね。だから、卓球部サボってアルバイトするようになってました。これがですね、僕のデブの始まりです。ズボラで食べるの大好きで、そもそもマック大好きなんで、太るわけですよ。高校終わって、まずマクドナルドへ行きます。出勤前に、まず、大体照り焼きマックバーガーとか1個シャワリで買って、それをもしもし食べるんです。食べてから、制服に着替えておはようございますって出勤をしますと。仕事終わりますと。終わったらお腹空いてるわけです。高校生だから。そこで、またシャワリを使ってですね、フィレオフィッシュバーガー、ポテト L、ファンタ L みたいなのをですね、もう毎回頼んで、それを全て食べてから、電車に乗って家に帰る。そして家に帰ったら、普通に夜ご飯を食べる。夜だけで2食。こんな生活したらですね、バンバン太ります。言い訳なんですけど、この太り始めからですね、ズボラストレッチをやってる今でも、
太ってます。だからコメント欄にですね、このおっさん説得力ないとか、なんであなたは痩せてないんだって言われてるんですけども、僕も今ね、一応頑張ってはいます。最近痩せてきたなって言われるようになったんですけども、どうでしょうか。ただですね、このあたり、なんか仕事が楽しくなってきた、アルバイト楽しいってなった頃にね、ちょっと違和感を覚えます。高校生って高校生時給なんで、一般、大人の方よりも時給が安いっていうのがこれ一般的だと思うんですよ。全然僕それもなんか、そういうもんだと思ったんですけども、やっぱり日本語が喋れない方よりも僕の方が注文もできるし、接客もできるし、ポテトやったりとかできるし、何でもできるようになるわけですよ。でも、僕よりも日本語を喋れない大人の方の方が時給が高い。なんかここがですね、納得いかなくなっちゃったんです。僕すごい、なんか自意識過剰で俺はできるって多分超ナルシストだったんですよ。それをですね、店長に直談判するんです。店長と、僕こんなに接客もして注文もやって何でもできるんで、こんな頑張ってるのになんで僕は時給は他の人よりも僕は低いんですかという直談判をするわけですね。でもそれ言ったらですね、時給900円だったんですよ。それが930円に上がりました。ただ、一般の方はですね、日本語喋らなくても950円だったんですよ。このね、20円の差がどうしてもね、許せなかったんですよ。で、ずーっと店長に猛抗議し続けてたんですよ。結局僕はその930円ところ950円の20円の差を埋まらないことがどうしても納得いかなくてですね、新しいアルバイトを始めます。なんと、とんかつ和光です。確か、高校生でも時給1000円だったんですよ。それも港区のとんかつ和光だったんで。その時の僕の気持ちは、店長が時給上げてくんないから、僕もマクドナルドに入る回数減らして、とんかつ和光で時給1000円でアルバイト掛け持ちすることにしました。っていうこの、ひねくれた高校生だったんですよ。でも、やっぱね、マクドナルドのその雰囲気が好きだったんですよ、僕。だから結局、とんかつ和光にあんまり出勤しなくなっちゃって、結局、マクドナルド一本にすぐ戻るんですけど、もう高校生活のほとんどですね、マクドナルドのアルバイトに費やした記憶しかないです。もうだってその証拠に、初めて彼女できたの、高3です。めっちゃ遅いですよね。でその彼女もね、半年も続かなかったんじゃないかなと思います。この恋愛とか彼女の話はですね、もうちょっとあまり触れないでください。恥ずかしいので。コメントでもこの恋愛ネタはツッコミ禁止です。で、高校2年生になったぐらいから進路の話が出てくるんですよ。その代だと基本的には大学に進学するっていう方が圧倒的に一般的だったっていう記憶があるんですが、商業高校だったのと、そもそもね、やっぱり貧乏で大学に行かせてもらえるお金はうちらないだろうっていう思い込みがすごいあったので、就職活動しなきゃなと思ったんですけど、商業高校だったのですごい就職活動に強い高校だったんですね。求人票っていうんですかね、見ながらどこを受けようかなって考えた時に、真っ先に目に入ったのがですね、上場企業、誰もが知ってる上場企業に入れば、きっと年収が高くて金持ちになれるはずだと、その頃の僕は思ってですね、JR、イトーヨーカドー、凸版印刷と、いくつか有名企業が気になったんですけども、結局、大日本印刷を受けることに決めます。理由はすごい単純でですね、1個上の先輩が大日本印刷入った方がいて、その先輩のことをなんか知ってたので、じゃあ僕も大日本印刷にしようかな、それぐらいの感じです。ただですね、その就職活動、就職指導に関して、すごく厳しい学校だったんで、地獄でしたね。朝、早めに学校に行って、で、校門のところにですね、後ろで手を組んで、立たされて、おはようございますっていうね、挨拶をですね、延々とさせられたりとかですね、面接の練習とかもするんですけど、もうちゃんと学ランを上まで、しっかり止めて、後ろで手を組んでですね、大きい声で、ハキハキ、こんにちは東京都立みたいな、この感じで練習をずっとするわけです。もう嫌になるぐらい練習するんですよ。結構大きいですよね。で、こっち側、校舎の前にはこんなすごい近代的なビルが、僕らの時はなかったんですが、今はあって。で、校門こんな感じです。で、ここでですね、この校門を入ったところ、ほんとこの辺でですね、その例の立って、後ろで応援団みたいに手を組まされてですね、おはようございますと、就活のための挨拶の練習を、この校門でしてました。その頃もですね、進路指導の、女性の先生がですね、もうめちゃくちゃ口うるさ、違う。熱心に指導してくださってですね、すごく助かりました。口うるさいとか思ってないですよ。すごく熱心に教えていただいたおかげで、自信を持ってね、面接に臨むことができました。でもそのすごい熱心な指導のおかげで、就職試験の当日もうめちゃくちゃ自信ありました。俺絶対受かるなと思ってました。この就職試験当日、学生のバッグを持ってですね、大日本印刷に行くわけですよ。その受付でですね、まず荷物を床に置きます。床に置いてですね、僕は後ろで手を組んで、東京都立芝商業高等学校から参りました。深井祐希と申します。これよりもっと高いテンションでですね、受付で学校名と名前を言うわけですよ。もうね、受付の大日本印刷の人事の方、もう笑ってました。もう、元気いいね、みたいな。後ろで手組んで応援団かみたいな、そんなノリで挨拶しました。それでその勢いのままですね、面接の部屋に入ってですね、椅子があったんですけど、僕多分立って話したんですよ。今のそのさっきの勢いで。面接官、大日本印刷の人事の方が3人いたんですよね。で、いろいろ聞かれるじゃないですか。志望動機とか。もうずっと、はい、僕は、
みたいな、このテンションでですね、面接中ずっと話し続けたわけですね。もうそのテンションで僕喋ってるんで、もう面接官3人もちょっと爆笑レベルでこんな笑ってて、で、僕その面接終わった時に僕の心の中は、完全 100% 勝った。これ受かったわ。もうこれがもう心の中でね、ガッツポーズしました。もうだって、どう考えても全員の中で僕が一番元気いいし、ちゃんとシャツ入れて、ピンってして、くるぶしソックじゃなくて長い靴下履いて、背筋よく、こんにちはって話だし、こりゃ受かったなともう心の中でね、ガッツポーズしました。まあもちろん、第二本印刷合格しました。そして第二本印刷入社した後のね、ちょっとした自慢話あるので、これちょっとどうしても話したいんで後で話しますね。高校時代の一番の衝撃はですね、高3の2月、ほんと卒業間際ぐらいの時に、なんかこう、クラスで休憩時間かなんかにこう、なんかみんなで喋ってる時に僕がたまたまポロって言ったんですよね。今月なんか定期代やべえ、みたいな。ポロって言ったんですよ。そしたら友達が、何深井、お前って、定期代自分で払ってんのって言われて、そうだよ。お前もそうでしょって言ったら、いや、俺親に出してもらってるよ。お前はいや、俺もそう。お前はそう。そう。僕以外、全員定期代を親に出してもらったんですね。で、僕は、これ別にうちの両親が悪いとかじゃなくて、僕が親に出してもらうっていう頭がなかったんです。もうなんか、貧乏だからどうせ出してもらえないだろうってなんか多分固定概念です。で、僕は追い込んでたんです、そういう風に。だからずっとバイト代で定期を買ってたんですよね。その時僕、って思ったんですよ。もしかして、携帯代もそう？携帯代はって聞いたら、もちろん全員親に出してもらってて、僕自分で携帯で定期代を高校3年間ずっとバイト代から払い続けたっていうのがですね、これめちゃくちゃ印象に残ってます。それをね、知ったのが高3の2月、もうラスト高校生活1ヶ月かなぐらいのところで知って、その頃僕はもういいや、最後の1ヶ月だからいいやって言って、確か両親にも話さずですね、普通に自分で払い続けて終わった気がします。でも今となっては本当にいい経験だと思います。親に頼らず自分で何とかするっていう力は、そのおかげで身についたんじゃないかなと思います。第二本印刷の入社式を迎えます。グループ会社全部の新入社員含めての入社式だったので、その時聞いた話だと1000人以上の新入社員がいたと聞いてます。その1000人のうちの1人の新入社員として参加してたわけですが、なんか後半の方になって、後ろからこう肩を叩かれたんですね。人事の方に。そこでこう言われました。深井、この後壇上でインタビューされるぞ。そう言われて僕は正直よく意味がわからなくて、そしたらなんか壇上で僕だけ名前を言われたんですね。深井祐希君って言われて、で、その1000人新入社員がいる中で、僕だけ壇上に上がりました。こうよくある志望動機とか、なんか今後の抱負は、目標はみたいなことを聞かれたのですが、そこまで正直そこはよく覚えてないです。1000人の中で僕が壇上に上がるってことを聞いてれば、もう構えてて、もうさっきの応援団のつもりでやるんですけども、完全に不意打ちだったので、普通にこう受け答えしちゃったんですよ。で、終わって壇上から降りてきて、こう自分の席にこう歩いて戻るわけですよね。人の間をかき分けて。そしたらこう周りから声が聞こえるわけです。ほとんどこう大卒のエリートの方々なんですけど、次、お前、インタビューお前じゃね？お前だろみたいなこんな声が聞こえるわけですよ。ただ、そのインタビューされたのはですね、なんと1000人いる中で、僕一人だったんです。1000人の中で僕一人だけ選ばれたのかなって今でも思うんですけど、おそらく、というか、めっちゃ面接が元気だった。もうこれ以外理由ないですよね。だってどう考えても僕よりも、そのエリートの大卒の人の方が優秀だし、喋り上手いし、かっこいいし、だから僕、これすごい嬉しかったんですよ。なんか自分だけ認められた気がして、その時に自分の席に戻ったら、常務取締役、すごい偉い人がわざわざ声かけに来てくれて、深井くん、すごいよかったよ。頑張ってね、みたいに背中叩いてくれたんですよ。もう僕、天狗です、天狗。俺やっぱ、すごいんだ、みたいな。そんな感じで、こう、順風満帆な社会人生活、スタートだっていう感覚だったんですけども、なんか研修期間があって、で配属先も決まって、同期もいて、楽しく働いてたんですけども、なんかどっかのタイミングで、なんか違和感というか、このままでいいのかなっていうのを感じ出したんですね。っていうのが、やっぱりお金はずっとコンプレックスがあって、その時の僕の高卒の基本給って月16万だったんです。これ確か他の中小企業とかよりも良かった記憶があります。そして僕が職場で仲良くしたのは、だいたい10個年上ぐらいの先輩方とすごい仲良くしてて、こうご飯に連れてってもらったりとかしてたんですね。ただその先輩方も、すごく楽しそうだったんです。仕事も多分すごい好きだっただろうし、好きな先輩だったんですけども、自分が今までずっと貧乏だったってコンプレックスがあるので、なんかこのままでいいんだろうか、これで10年後、自分は本当に金持ちになるんだろうかっていう疑問を持ってしまうんですね。その10個上の先輩が、いくら給料もらったかっていうのはちょっと聞いてないんですけども、でも、やっぱ上場企業なんで、普通の企業よりはきっと良かったんだと思います。でもその頃の僕は、自分で、月10何万とか稼げるようになって、
もっとお金が欲しい。そして、このままじゃダメなんじゃないか。自分が思ったことと違うんじゃないかっていう違和感を感じ始めます。で、その違和感を感じ出した時って僕まだ19歳なので、転職とかを考え出すんですけど、なんか、よし、転職サイトに登録して、転職活動するぞみたいなノリではなくて、なんかちょっとバイトが合わないから別のバイトやってみようかなぐらいのノリだったと思います。で、ちょうどその転職を考えたタイミングで上司と揉めてしまったんですよね。もう今考えれば僕が 100% 悪いです。19歳だった僕がこう、もう10個以上年上の人に、生意気の口の利き方をしたんですよ。それでやっぱ怒られて、で、その時は、やっぱりまだ19歳若かったので、なんか納得がいかなくて、なんだよこんな会社みたいに思ってしまったんですね。今考えたらもう僕が 100% 悪いんですよ。で、その怒られたこと、揉めたことをきっかけにして、もう転職決意して、もう辞める。というふうに上司に伝えます。で、転職を決意したものの、何か別に特殊な能力があるわけじゃないっていうのは今、皆さんにも伝わってると思うんですけど、じゃあ何かしたいことがあるかってそういうわけでもない。ただとにかくお金を稼ぎたい。この気持ちだけあったんですね。でももう転職を決めてるので、そのタイミングでは周りの友達とか、いろんな人に転職しようと思うんだよねって話はしてるんですね。そしたら、高校のマクドナルド時代にいつも早朝から一緒にアルバイトしてた先輩が今もう就職してラーメン屋で店長してるんだと。家系ラーメンって皆さんご存知ですかね。すごい濃厚な豚骨醤油のこってりのめっちゃうまいラーメンなんですけど、そこで店長してるからうちで働かないかって言われたんです。で、その時の僕は正直言うと家系ラーメン食べたことがなかったので、ラーメン自体はすごい好きだったんですけども、家系ラーメンがわからないって状態だったんですね。なので、休みの日にまずその先輩のお店の系列の店に一緒に食べに行きました。そこですごい衝撃受けました。めちゃめちゃうまいじゃんと思って。もう僕濃厚でこってりとかもう大好きなので、うまいしなんかこのご飯に合うし、すぐに働きたいってなってラーメン屋に転職を決めます。もうそこからですね、とにかく必死に働きました。なんでかって言ったらお金が欲しいからです。ただその頃、19歳、20歳になる前だったと思うんですが、その僕がお金を稼ぐために取った手段がすごく良くなかったなと今でも反省しています。それは、その時の店長が確か40代、結構年上の店長だったんですね。で、すごい好きだったんですけど、いろいろ教えてくれて、正直、それってなんかどうなんだろうと思うことも、って思ってるのに、はい、店長わかりましたと。はい、やりますと。元気よく全てに対して何言われても、はい、っていう言い方をしたんですね。こう言っとけば、20個ぐらい年上の店長から褒めてもらえる。それが嬉しくて、頑張ります、やりますって返事をし続けてました。でもその結果がですね、もうめちゃくちゃ嬉しくて、やっぱり、ゆうきくん、頑張ってるな、いいじゃんって褒めてもらえて、めっちゃ嬉しかったのが、基本給が1万円上がるっていうのが3ヶ月続いたんですよ。基本給1万円アップ、基本給1万円アップ、基本給1万円アップ。3ヶ月連続です。これ、今でも覚えてます。サラリーマン経験したことある方は分かると思うんですけど、基本給が1万円上がるって超一大事じゃないですか。それが3ヶ月連続で起こるっていう。もうそしたら僕はね、さらに拍車がかかって、どんどん思ってなくても、はい、やりますという返事を繰り返すわけですね。そしたらその結果、なんと、22歳で最年少で店長に抜擢されます。もう大日本印刷の入社式でもですね、天狗になった僕は、ここでまたすぐ天狗になるわけですね。俺は最年少店長だと。すごいだろうと。わかりやすいですね。その頃、この最年少店長として任せてもらった店舗がこちらです。横浜家系ラーメン武蔵屋、幡ヶ谷にある家系ラーメン屋です。こんな感じで、もう幡ヶ谷駅出てすぐあるこの家系ラーメン屋。自分で言うのもなんなんですけど、うまいっすよ。麺固め、味濃いめ、油多めにして、毎日ラーメン食ってましたね。そして、ラーメン屋も店長になって基本給が上がり、歩合もつき、確かもう年収が500万ぐらいになってたんですよね。22歳で年収500万ですよ。これ、世間一般の相場よりかなり高いですよね。そして22歳って、まだ周りの友達大学生なんですよ。天狗になりますよ。俺金あるからいいよ。おごってやるよ。って感じで、友達と飲みに行って、朝までベロンベロンになるまで飲んで、全部おごって、お金はね、たまらないわけですよ。で、そんな生活をし、こんな天狗になってるわけなんで、僕以外のラーメン屋の社員の方々って30代から50代までいたんですね。僕が一番年下だったわけです。一番年下が店長だったんですよ。でも僕は、俺が一番仕事できる。俺が店長だってもう天狗になってますので、生意気な注意の仕方をするんですよ。タメ口で怒ったり注意したり、もう怒鳴り散らしたりとかね、それもお客さんに見える前でブワーってやってました。もう店の雰囲気とか最悪でした。もうとにかく俺に言う通り黙ってやれと、もうそれだけでした。でその社員の方々もね、年上でプライドもあるでしょうから、もう言い返してきたりとか、なんか逆に注意されたりもするわけですよ。でもそれでも僕はもう一切何も謝罪せず、ずっと言い返してました。ただその、もともと仲良かったマネージャーとも、そのあたりからすごいギクシャクし始めちゃいます。やっぱり僕も天狗になってるし、僕もプライドがあるし、で、やっぱ人の言うことは聞かない。もうそうなると職場、もうこの店の雰囲気はとにかく最悪だったのを覚えてます。じゃあそうするとですよ、休みの日何するかって言ったら、もうストレス発散のために酒を飲みまくるわけです。
友達と朝まで記憶がなくなるまでベロンベロンになるまで飲むわけですよ。もうほんと最悪で、明け方とか記憶ないんですけど、こう酔っ払った後ってなんか食べたくなるじゃないですか、しょっぱいもんとか。近くに24時間やってる松屋があって、そこでこう、馬トマハンバーグ定食を多分酔っ払って食べて、で、そのまま松屋の前で寝てたなんてこともね、22、3歳の時ありました。もう本当に今となって恥ずかしいです。この頃、もう人生で一番太ってて、体重計に乗るっていう概念すらなかったんですけど、確か乗った時に90キロぐらいあった気がします。今、この動画撮ってる時点で、僕75キロなので、15キロ、今より太ったわけですね。まあ、それはもう別人です。だってなんでかって言ったら、さっきの酒飲むだけじゃなくて、ラーメン屋に出勤する前にですね、ファンタの 1.5 リットルを必ず買っていくわけですよ。もう抱えてこんな感じで、おはようございますみたいな感じで、もう袋にも入れず抱えてね、出勤するわけです。で、冷蔵庫にファンタ、1.5 リットルしまって、それをグビグビ飲みながらね、その勤務中に、ファンタ 1.5 リットル飲み干すわけですよ。それプラス夜勤が多かったんですけども、まあ、18時、19時ぐらいから働き出して、日付が変わる前に、その、うまい家系ラーメンをね、1杯食べる。そして残ったスープに、大盛りの白米、米を突っ込んで、おじやにして、全部飲み干す。そして日付が変わったぐらいで、もう1回それをやる。1日2回家系ラーメン食べて、スープも飲み干す。おじやにする。これをやったらですね、まあ、太るわけですよ。でもこれ皆さん、わかりません？ラーメン屋で、まかない食べ放題なんですよ。無理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 。だって、チャーシューも味玉も海苔も全部入れ放題で、もうね、ダメでした。毎日食べてました。で、まあそんな生活したらですね、もう体ボロボロなわけです。もう立ちっぱなしで座骨神経痛、左のお尻がすごいひどくて、もうマッサージ、整体、接骨院とかにもうずーっと毎日のように行って、一番行った月で月に23回通ったのを覚えてます。で、まあこんな生活もしてれば、まあ、睡眠不足にもなるし、まあ、頭も働いてないのでミスも増えるわけですよ。で、そうすると、まあその上司にあたるマネージャーと会うたびに、ゆうきくん、店長、またこれできてないよ。俺あれもやってないじゃん。なんで俺の失敗ばっかするんだ。そういう注意を毎日されるようになるわけですね。でも僕はそれを、受け入れられない。一応口では、はいって返事をするんですが、もう入社当時の店長、はい、わかりました。やりますっていう返事じゃなくて、あ、はいはい、わかりました。はいはいはい。もうこんな返事です。そりゃ、20個も年上のマネージャーは僕のこと面白く思わないですよね。で、ラーメン屋で働き出して多分4年が経ったぐらいの時に転職をまた決意します。で、転職先はその時にすごい仲良くさせてもらってたオーナーさんがいるピザ屋さん。もしくは僕がマッサージ屋の中の一つとして通ってたストレッチ専門店。この2択でした。で、その2つで迷った末にストレッチ専門店に転職することを決意します。で、なぜストレッチ専門店選んだかっていうと、すごく僕、何回も通ってる中で違和感だったんです。正直施術受けてて気持ちいいっていうか、痛いし、体が硬いので。で、金額も安くないし、でも、なんでこんなお客さん入ってるんだろう。平日の昼間からっていう感覚だったんです。ストレッチを学びたい。お客様を良くしたいっていうよりは、なんでこの店こんなに儲かってるんだろうっていう好奇心。この儲かってるビジネスモデルを学びたい。自分も知りたいっていうのが、ストレッチ専門店に転職を決めた理由です。そして今も、そのストレッチ専門店に転職した頃もずっとですね、すいません、ストレッチ自体には正直全く興味がありません。なんかストレッチの発信してるからストレッチ好きだっていう風に思われてることがすごい多いんですけど、すいません、それは大間違いです。もう皆さんと同じでですね、できたらストレッチしたくないです。だってめんどくさいじゃないですか。痛いし。っていう感覚です。でもそのストレッチ専門店のビジネスモデルを学びたかったんです。そしてそのストレッチ専門店の店長、結構僕通ってたので、仲良かったので個人的にこう連絡取らせてもらって、ですぐに面接受けさせてもらって、無事合格はしたんですけども、この時のですね、裏話がありまして、入社した後、結構経ってからですね、店長から教えてもらったんですけども、実は僕、ストレッチ専門店の面接、不合格だったそうです。ただそれを、その店長が社長を説得してくれたんですって。深井は僕が面倒見ますと。だから深井を合格にしてください。僕に任せてくださいっていうのを社長に言ってくれて、それで社長はお前がそこまで言うならってことで合格にしてくれたそうです。今聞いてる方、面接受かんなかったのって驚くと思うんですけど、僕正直、今振り返ると、もうなんでしょう、その頃の僕って超天狗なんで、俺、ラーメン屋で店長やったから、22歳最年少で、めっちゃ稼いでるし、みたいな感じだったので、こう面接の時も、深井です、よろしくお願いします。みたいな、大日本印刷の時みたいに元気よく、謙虚な態度はもう一切なくてですね、お願いします。ラーメン屋で店長やってました。僕何でもできます。お願いします。多分こんぐらいのノリでした。これ、わかりますよね。こんな偉そうな態度でかい22歳、23歳誰が採用したいんですかって話ですよ。もう誰が伸びてもそれは落ちるよねって話なんです。今考えたら。で、こうなんか自信があるって言えば聞こえはいいんですけど、自信があるっていうのは、もう俺はできるから、誰のことも聞かない。俺は自分でできる。もうそんなね、なんか謎の変な自信に満ち溢れてました。で、そんな態度だったら、社長も話してるわかりますよね。なんだこいつなんか言うこと聞かなそうだなみたいな。なんか問題児になりそうだから、不合格。それはします。でもそんな僕を、社長に頭を下げて合格にしてくれた店長には本当に感謝しています。
そして合格したのもつかの間、ストレッチの研修が始まります。研修所みたいなところがあって、他の店舗の新人も集まって研修を受けるんですけども、まあこのストレッチ興味ない僕が研修所に行くと、私ダンスやってましたみたいなすげえスタイルいい女の子とか、もうめっちゃマッチョで、体育大卒です。筋肉大好き。ストレッチ大好き。みたいな男性とかですね。まあもう体育大卒、もうそういう専門学校を出てます。トレーナーの勉強してましたみたいな人たちの集まりなわけですよ。まあね、居心地悪いわけです。だってその頃僕90キロのデブですからね。もちろん、その研修所で、前職がラーメン屋なんて僕一人しかいません。前職飲食店で人もいませんでした。で、こう毎日その研修所に通うわけなんですけども、もうそれでもね、1ミリも興味持てず、もうとにかく地獄の日々でした。それで研修所にずーっとこう通って、無事に OK 出て、合格して、そしてストレッチ専門店の店舗にデビューしますと。そこでですね、驚いたのが、先輩方が書いてくれたお客様の情報、カルテって言い方をしたんですけども、そこを見て、筋肉名が全然読めなくてですね、腸腰筋っていう筋肉があるんですけども、読み方わかんなくて、腸腰筋何それみたいな、もうこの状態だったんですね。もうだから、最初の1ヶ月、目標は、カルテを読めるようになる、筋肉名を覚えるでした。そして1ヶ月2ヶ月ぐらいでカルテ読めるようになって、筋肉名も分かってきて、よーし、やるぞっていう気合に満ち溢れてたんですが、もう一個ですね、別の課題に直面します。もうかなりこれは絶望しました。その課題は何かというと、お客様にリピートしていただけないことです。最初新人の頃って指名のお客様っていないので、じゃあどうするかっていうと、新規のお客様に自分が入らせてもらって、その新規のお客様から指名をしていただく。これしか方法はないわけです。ただこれ覚えてるのがですね、新規のお客様に入って、もう10人以上連続で誰からもリピートしてもらえなかったんですね。次回の予約もいただけません。回数券の購入もしてもらえません。これはね、絶望しました。さすがにこの頃、天狗だった僕の鼻はですね、もうバキバキに折られてました。だって、やっぱり同じぐらいに入った新人のスタッフ、他にもいるわけですよ。みんな指名のお客様増えてきてるのに、僕だけリピート0件です。地獄でした。で、僕結局ストレッチ専門店8年9年くらい勤務したんですけども、新人でデビューして10人以上連続でどのお客様からもリピートしてもらえないっていうのは後にも先にも僕一人しかいないと思います。で、その頃って新規のお客様にたくさん入りたいって気持ちもあったので、ビラ配り、チラシを手渡しに外に行ったりするんですけども、受け取ってもらえないわけですよ。こんにちは、ストレッチです。お願いします。お願いします。受け取ってもらえないわけです。そしてその頃って、今でこそストレッチ専門店、ストレッチのお店って増えてきましたけど、本当にまだできたばっかだったので、ストレッチのお店が。ストレッチマッサージじゃないのみたいな、全然いい反応してもらえないんですよ。だからリピートしてもらえない。ビラ配りもできない。もうね、天狗の腹バキバキに折られて、最悪でした。そんな時に、ずっと僕を可愛がってくれた店長からですね、アドバイスをもらいます。日報を書いてみないかっていうふうに言われたんですね。で、その時にもらった本が、こちら、中塚日報です。ボロボロになるまで読みましたね。店長に借りて。で、さすがにもう天狗ではなくなって、ある程度素直さが出てきてたので、アドバイス通りに、日報毎日書くんですよ。と言っても、日報の書き方合ってるのかもわかんないし、そもそもどうしたら自分がリピートしてもらえるのか、お客さんが増えるのかなんていうのは全くわからないので、ずっと書いてて、日報を書き終わるのが朝5時になっちゃうなんてことが結構ザラにあったんですね。でも家でやったら寝ちゃうので、もう近所のこのホテルのこんな感じのラウンジで毎日のように行って、コーヒー一杯だけ頼んで、朝5時までずーっと日報書くっていう作業をずーっとしていました。もうこんな感じで、この間久々に行ってみたんですけど、めちゃくちゃ懐かしいですね。とにかく必死に毎日言われた通り書き続けて、やっと問題点が分かったんです。それは、ストレッチの技術とかって話じゃなくて、多分接客だろうと。なんでその結論になったか覚えてないんですけど、毎日5時まで日報を書き続けて、その結論が出たんです。そして、真っ先に見直そうと思ったのは、ご新規のお客様に対しての最初のヒアリング。お客様が初めて来てくださって、こんにちはって言って、座っていただいて、お体の状態とか、悩みとかをヒアリング聞かせていただくんですけども、そこを見直そうと思ったんですね。僕ら、ロールプレイング、お互いにお客様役、スタッフ役として練習し合うってことを、よく研修所でもやったので、よし、先輩相手にロープレイをやろうっていうふうに思うんですね。で、もちろん、勤務時間中にそのロープレイ練習をしてもいいんですけども、暇なのは僕だけで、先輩たちは指名のお客様で待ってるので、全然練習に付き合ってもらえないわけですよ。どうしようと思った時に、僕が取った手段はですね、もう誰よりもとにかく早く店に行って、朝の準備、みんなで掃除とか準備をするんですけども、僕一人で全てを終わらせておく。先輩が来る前に全て終わらせておく。そして出勤してきた先輩にいきなりロープレをする。こんにちは、ご来店ありがとうございます。おかけください。みたいな感じでロープレを勝手に始める。これをやり始めました。
もちろん、嫌だな、めんどくせえなこいつって思ってた人もいると思いますけど、誰一人として僕にこう嫌な顔せず、ロープレに付き合ってくれてました。でもうこれを延々に繰り返しました。ずーっと繰り返しました。もう休みの日もね、行って、片付けして、出勤してくる先輩にロープレする。これずーっとやってました。で、その頃確か店長変わったんですけど、その新しい店長から深井、もういいんじゃないかって。十分練習したから大丈夫だよ。っていう風に言ってもらえて、すごい自信になったんですね。だって、そんだけ練習したから大丈夫じゃないかって言ってもらうってなかなか人生でないと思うんですよ。それで僕すごい自信になりました。もうそこでですね、その一言で僕は一気に快進撃を始めます。もう苦手だったビラ配りもですね、圧倒的に量をこなして、あだ名はビラ神。ビラの神様と書いてビラ神でした。もうたった10分でですね、ビラを50枚も配ったりとか、道端で声をかけて、こう無料体験っていうのがあるので、そのまま無料体験にお店に来てもらったりとか、で、その無料体験に来てくれた方に、結局有料コース受けてもらって、回数券ご購入していただく。さらに予約までしてもらって帰ってもらう。それができるようになるまで僕は上達していました。こう新規で来ていただいたお客さんに対しても、もうリピート率がですね、とにかく上がってもう 80%、90% ぐらいまで上がって、来てくれたらほとんどのお客さんにリピートしていただく。そこまでの実力をつけてました。そして、そのストレッチ専門店、チェーン、もう全国の中で売上1位を取ったりとか、もうそれどころか、もう歴代のですね、売上の記録を塗り替えて、一人で月間247万円の売上だったりしていました。だってその月は、ビラ配りに行って、10人無料体験連れてきて、10人中8人の方に回数券ご購入いただきましたからね。もう本当にビラ神の名の通り、完全に神がかっていました。その頃はですね、道端をこう歩いてる人見て、あの人回数券買ってくれそうみたいなのがね、なんとなく透けて見えたんですよ。なんかなんとなく雰囲気で、肩こり4つありそうだなとか、なんか体の悩みありそうだなとか、家この辺だから多分通えるんじゃないかな。そんなことがね、なんとなくこう、歩いてる人を見るだけで見えるみたいな状態でした。そしてまた僕はめでたく、天狗になりました。わかりやすいですね。その頃は後輩とか、新人スタッフに僕が指導するような機会も増えてきたんですが、まあね、ひどかった。指導っていうか、激詰めです。もうとにかく詰めてる。なんでこれやんなかったの？どうしたらできんの？なんでやんなかったの？ひたすらこれです。質問っていうんですかね。もう、わかります？もう女性の方なんか特にもうそんなのされたくないですよね。僕みたいなこんな怖いおっさんに最悪の指導だったと思います。でも、その頃の僕の頭の中はこうです。売上1位の俺が教えてあげてんだから、黙ってその通りやれよ。そう思っていました。もう最低ですね。もうそんな先輩から絶対教わりたくないですよね。で、そんなタイミングで、店長選挙っていうのがあったんですね。僕はもちろんもう即立候補して、自信満々なんで、店長の習いに決まってる。余裕だと思ってるわけです。そしてちょうどたまたまその店長選挙が、店長が3人必要だったんですよ。ってことは店長になれる人が3人いますよね。でも、店長になりたいですと立候補した人は3人しかいなかった。ってことは、3人募集して3人立候補。全員店長になれます。おめでとうっていうのが普通の流れなんですが、店長選挙の結果、僕は落選しました。いやー、悔しかったですね。めちゃくちゃ自信あったので。で、なぜこれ落ちたかっていうと、要するに、僕に票が入らなすぎたんです。あまりにも。だから深井には任せられないっていう風に会社が判断したんです。もう全く1ミリもね、納得いかなかったの今でも覚えてます。だってですよ、俺は売上1だ。俺はすごいんだ。そんな気持ちで店長選挙に立候補し、プレゼンをしたわけなんですよ。でも皆さん、ここまでの話の流れ、わかりますよね。そんな俺は1位だ。俺が教えてってんだから言う通りやれよ。そんな先輩が店長になってほしいって誰が思うんですかって話ですよ。もうここでですね、学ばせてもらったのは、結果出してりゃ何でもいいってわけじゃないんですよ。結果出してればその人から教わりたい。じゃないですよね。やっぱりすごいな。この先輩かっこいいな、優しいし、尊敬できるな。そんな人から教わりたいですよね。ただですね、もうそれに一切僕は気づけず、なんで落ちたんだよって思いながら、2回目の店長選挙を迎えます。もちろん、それに気づいてないので、今まで通り横柄な態度ですよ。俺が教えてんだから店長、やるよ。俺に投票しろよ。そんぐらいのノリです。ラーメン屋の時にしろ、大日本印刷の時にしろ、何回天狗になって何回こう、鼻をバキバキ折られる気が済むねんって話なんですけど、2回目の店長選挙を落選して、やっと気づいたんです。あれなんか、自分自身に問題があるんじゃないか。ここでやっと気がつきます。2回、店長選挙落ちてやっと気づくんですよ。遅すぎます。僕が変わんなきゃいけないんだと思って、変えようって決意するんですよ。で、具体的にね、なんか何をどう変えたっていうのはあんまり記憶ないんですけど、多分一番態度だと思います。その偉そうな態度、教えてやるよ、言う通りやれよ、ではなくて、後輩、新人の子たちの話を聞いて、そう思うんだね、こんな風にしてみたらどう？そんな優しいアドバイスにしようと、意識をね、変えたんだと思います。なんか意識のイメージとしては、
自分が言いたいことを言う。やりたいことやってなきゃダメだと。みんなの意見をもっと聞こう。そんな感じです。でもまあ、ここまで聞いてくれた皆さん分かると思いますが、心の底ではそう思えてないので、めちゃくちゃストレス溜まるわけです。イライラするわけですよ。なんでこれ俺が、クソーみたいな思いながら、そうだよね。一緒に頑張ろうね。みたいに振る舞いを変えるわけです。この頃もですね、やっぱりお金が欲しい。店長になれば給料上がる。お金が稼げる。この思考はね、変わっていませんでした。やっぱり感覚としては、店長になりたい。みんなに役に立ちたいから頑張るんじゃなくて、お金を稼ぎたいから頑張るです。ここに関しては皆さんに共感してもらえなくてもいいです。ただそれが、その頃の僕でした。そして、3回目の店長選挙。さすがに意識を変えて、行動も変えて僕は、無事当選しました。ただここからまた、店長になった後がもうとにかくしんどかった。僕がやりたいこと、言いたいことを言うんじゃなくて、スタッフにずっと気を使って、あ、こうしたら嫌われないかな、大丈夫かな、怒んないかな、って気を使ってる店長の誕生です。やっぱり心の底では、本気でみんなのために、お客様のためにって思えてない、お金を稼ぎたいってそれしか思えてない店長だったので、それが多分、こう喋り方とか、普段からの態度に出てたんじゃないかなと思います。だから、この店長の下で働いてて楽しい。店長のために頑張ろうと思える。そんな環境ではなかったと思います。そもそも、ストレッチ専門店で働いているスタッフさんと、僕とで思考回路が違うんですよ。ストレッチ専門店で働いている人たちって、お客様にもっと喜んでもらいたい。お客様の体を良くしたい。技術をもっと身につけたい。そういう風に考えて、ストレッチ専門店で働いてるんですね。僕と全然違うの分かりますよね。分かってくれる上司はいましたが、部下、後輩、スタッフで、そういう風に共感したりとか、僕のことを考えてくれるようなスタッフさんは、ほとんどいなかったと思います。そして、とある出来事をきっかけにして、もう事態が一変します。もうその出来事が起こる前から、やっぱり店長向いてないな、自分が店長やったら迷惑なんじゃないか。会社にも、みんなにも、実際そんな結果が出ない店長だから、もちろんお給料も上がらないですし、自分が店長降りた方がいいんじゃないかな、なんてことを思ってるタイミングでですね、一番僕がコミュニケーション、教育とかで苦労してた、5歳年下の女性スタッフにですね、面と向かって言われてしまうんです。深井さんから襲われたくないですと。ここ日本なので、面と向かって年上の男性の店長に対して襲われたくないですって言える人ってなかなかいないと思うんですよ。僕、すごい衝撃だったんですね。そんなのを言われたこと人生で一度もないし、みんな思ってたと思うんですけど、口に出さないだけど思ったと思うんですけど、それを目の前で言われた時に僕も衝撃走って、あ、そうなんだ。俺は店長向いてないんだ。人に教育とか教えたりとかしちゃいけないんだ。あ、俺は店長向いてないんだ。もう店長降りよう。その日のうちに店長を降りることを決意しました。これ言うと、その5歳年下の女性スタッフを責めてるように聞こえるかもしれませんが、今でですね、本当に感謝してます。だって、その一言なかったら、僕、多分今でも店長できるようになろう。みんなのために頑張るんだっていう風に無理やり自分に言い聞かせてですね、ずーっとストレッチ専門店の店長を頑張り続けたと思います。ストレッチ専門店の店長を頑張り続けることが悪いって言いたいわけじゃなくて、そのスタッフが僕に襲われたくないって言ってくれてなかったら、店長降りてなくて、ズボラストレッチは生まれてないってことです。だって店長やってたらズボラストレッチなんてやんないですからね。ここまでご覧いただいている皆さんに伝えたいことは、嫌なこと、どうしてもできないこと、苦手なことから逃げるって選択肢もありだってことです。だってそうですよね。今の話聞いて、僕が店長頑張り続けて、いい店長になれると思いますか？まあ難しいと思います。多分10年経ってもなれないと思います。ってことは、会社側も売り上げ上がらない、結果が出ない。そして、やっぱりそんな風に教育をしてれば、スタッフさんをどんどん辞めていくわけです。だから、また新しい新人スタッフ、新卒スタッフを採用しなきゃいけない。で、僕はイライラが溜まる、うまくいかない。このループをずっと繰り返したわけです。本当に、その女性スタッフには、言ってくれてありがとうと、今でも伝えたいと思ってます。だって皆さんそうですよね。苦手なことを頑張るために生まれてきた。できないことを乗り越えるために生まれてきた。そのために俺は今人生を生きてる。私は生きてるんだって人はいないと思います。だから皆さんが本当にしんどかったら、逃げてもいいと思います。諦めてもいいと思います。ただ、一個だけ言わせていただくと、いきなりやらずに逃げるんではなくて、一回チャレンジしてみて、やっぱ難しかったなって思ってから諦める、逃げるをしてほしいです。じゃないと、逃げ癖、諦め癖みたいなのがついても良くないと思うので、だからこれ聞いてくださってる皆さん、もし今ね、やってる、すでに頑張ってるんだけどしんどい、どうしてもダメだった時は、逃げる、諦める、この選択肢も視野に入れて考えていただけたらと思います。そして店長を降りた僕にまた別の問題が発生します。店長を降りた僕は何をすれば給料が上がるのかです。そしてもうまさにこのタイミングでですね、妻が娘を妊娠中だったんです。ここで小遣いが4万円から1万円に一気に下がります。だってそうですよね。店長やってって実績を出していけば、どんどん
給料も歩合で上がっていく予定だったのが、店長降りちゃって給料上がる見込みが一切ない。まず最初に僕のお小遣いを減らそうっていう風になったわけです。その頃の僕はですね、思いつくこと、できることを、もうとにかく全てやったと思います。例えば、どうしたらリピート率が上がるのか、どうしたら売り上げ上がるのかみたいな、そういう分析したりとか、ビラ配りもするし、ストレッチの施術もするし、SNS もやってみるし、いろいろやった中で、唯一1個だけ結果が出たのが、ホットペッパービューティーの運用です。新規のお客さんを増やすために、ホットペッパービューティー、とにかくもう試行錯誤しまくってですね、やっと結果が出ました。広告費として月8万円がかかるプランだったんですが、そのプランでですね、なんと月間新規数92件の集客に成功します。なんとその平均値20件から25件ぐらいです。それに対して92件集客できた。これは僕の中でめちゃめちゃ自信になりました。この結果出すためにどれぐらい行動したかっていうとですね、もう朝5時、6時に起きて、ホットペッパービューティー見て、もう12時に寝るまでずっとホットペッパービューティーしか1日見てねえんじゃねえかぐらい、その勢いでですね、ずーっと1年ぐらいやり続けて、その結果出たわけです。で、さらにですね、そのタイミングで天狗になりだした僕にですね、リクルートさんから取材をしてもらえたんですね。ホットペッパービューティーの活用、成功事例として、このリクルートのメディアに出てくれませんかっていうふうに、こんな感じで取り上げていただきました。わかりやすく、またここで僕は天狗に戻ります。そしてちょうどそのタイミングで社長から、このホットペッパービューティーの運用のノウハウを他社に提供してみないかっていうふうに提案を受けたんです。要するに、コンサルティングって形でノウハウを提供したり、もしくは僕が運用を代行してやってみる。そういうのを一事業としてやってみないかっていうふうに提案されたんですね。もう、お金が欲しくてしょうがない僕は、はい、ぜひ、やらせてください。もう自信満々ですよ。で、予定ではですね、月20万円ぐらいでコンサルティングとか運用代行の契約を僕が自分で営業して取ってきて、20万円かける20社ぐらい、それで月400万円ぐらいの売り上げを僕一人で立てれるんじゃないかと。ストレッチ専門店時代最高だった247万円を余裕で塗り替えれるんじゃないかと。その自信がですね、あったわけです。で、具体的にその20社をどうやって選ぶかっていうと、僕が片っ端からホットペッパービューティーを見てってですね、上から順番に。この店は、空き枠もあるし、もうちょっとこここうすれば新規集客できそうだなって僕が感じたら、そこに電話かけるわけです。もしもし、株式会社何々の深井と申します。テレアポするんですね。そうするとですね、先方のリアクションは、深井さんは、リクルートの方ですか？いや違うんです。みたいな話をするんですけども、結論怪しいわけですよ。だって、聞いたことない会社の深井ってやつが、急に、御社のホットペッパービューティー見てお電話しましたみたいな、おかしいじゃないですか。営業売りつけられるんじゃないか。そう思いますよね。なんでそもそも話聞いてもらえないわけですよ。もう最初のですね、1ヶ月ぐらい自信満々だった、もうこの天狗の花なんですね、バキバキに折られてですね、心が折れちゃうんです。で、どうなるかっていうと、一応見て、この店舗、このサロンは、もうちょっとこうしたら新規集客できんのになって思っても、電話がかけれない。だって、株式会社何々の深井と申しますかけたら、どちら様ですかみたいな対応されるわけです。でも気持ちが折れちゃって、そもそもテレアポ、電話ができなくなっちゃうんです。ということで、半年ぐらい頑張って取れたアポイントメント、アポは1件、契約0件で、このホットペッパービューティー新規事業はですね、終わります。さあどうするか深い、小遣い1万だと。で、その頃とっくにもう可愛い娘はもうこうやって生まれてるわけですよ。生まれてるわけです。さあどうするか。とりあえず、SNS がいいらしいぞと思って、SNS を頑張り始めます。で、その SNS を頑張ろうと思ったきっかけがですね、セミナーでアルバムっていうめちゃくちゃ有名な美容院、ご存知の方も多いと思うんですけども、そこのノブさん、夏美さんっていうもうこのすごいカリスマ美容師の2人がですね、セミナーをしてくれたんですね。そのセミナーをもう必死の思いで聞きに行ったんです。で、聞いてて、すごい、俺も SNS で頑張りたい、そう思って SNS を始めるわけです。一番最初はですね、ツイッターです。ツイッターって意識した会系の、僕の20代の時多分意識した会系男子だったんですよ。その意識した会系の若者がビジネスで活用するツイッターだみたいな思って、最初、ゆるストレッチってアカウントでツイッターをやり始めるんですね。そのゆるストレッチがズボラストレッチの前の名前です。ゆるストレッチが進化してズボラストレッチに変わったんですけど、最初始めた理由は、とりあえず、ホットペッパービューティーだけじゃあれだから、このゆるストレッチからもお店の新規集客につながればな、ぐらいの軽い気持ちで始めました。で、やはり新規集客自体得意なので、すぐにね、成果が出始めました。もう毎日のようにですね、DM で、関西のこの店行って、回数券買って通うことにしましたよ、深井さんとか、九州の方の店舗で受けてみてすごい良かったんで、回数券買って通うことにしましたよ、深井さん、みたいな嬉しいね、声の DM がたくさん届くわけです。ただですね、僕が働いてたのは、フランチャイズのお店なので、僕がフランチャイズで働いてた、その数店舗にお客さんが来てもらえないと、何の意味もないわけです。
直営店とか他のフランチャイズのところに集客したとしても、僕は別に1円も給料が増えないわけですね。評価もされないし。っていう状況になってしまったんです。もうそこで SNS の方向性一気にガラッと変えました。どう変えたかっていうと、YouTube の広告収益を狙おうっていう風に変えたんです。でも、僕の小遣いはたった1万円しかありませんでした。よく YouTube 始めたいんだけどっていう相談を、友人、知人から今でも受けるんですが、パソコンがあった方がいいよねとか、なんかこういうカメラとかあった方がいいよね。三脚どれがいいかなみたいな相談を受けるんですが、その頃の僕は小遣い1万円なので、僕の手元にあるのは iPhone8 1台、パソコンなし、三脚もちろんなしです。この状態からですね、YouTube 始めるぞと決意をします。ズボラストレッチのちょっと前の動画見てもらえばわかるんですけども、もう狭いなんかこう和室みたいな部屋で撮影をしてるんですけども、その部屋と、あとはなんとか小遣い1万円の中から買ったこういうちっちゃい三脚1台です。これ懐かしいですよ。今でこそこういう普通の一般的な三脚買わせていただいて使ってますけど、もうこれを買うお金が最初とにかくなかったので、もうこの100均の三脚でですね、高さがつけたいんですけど、これじゃ高さつかないので、椅子の上についてもこれじゃ低いので、この上に例えばゴミ箱とか重ねて、で、こうやって置くんですよ、こうやって。これでも低いわけです。床に座ってストレッチする動画であれば、この高さでもなんとかなるんですが、こんな感じで僕は寝っ転がってストレッチやる場合って、ちょっとこう、斜め上から撮った方が、ストレッチの全種目がどんな動きしてるかって見やすいんですよ。ってことは、もっと高さをつけなきゃいけないんですけど、高さがつけれないんですよ。このちっちゃい三脚だと。じゃあどうするかっていうと、なんかもうゴミ箱とか本とかいろんなものを持ってきて、この上にこう重ねてってですね、で、こうして固定するわけです、無理やり。こうやって iPhone をセットして、こうするじゃないですか。斜めに向かって撮りたいんですけど、こうするんですけど、これがもう、こうやってほら、回ったりとかもうね、安定しないんですよ。みたいなのをね、毎日やりながら撮影をしてました。で、本当にそんな iPhone8 と100均の三脚だけで YouTube 始めるわけです。動画編集もサムネイルも全部スマホでやるんですよ。だからよく、なんか動画編集ソフトとか、サムネイル作るなんか、Photoshop とかそんなのもう買えないです。だってあれ有料なので、パソコン自体持ってないですし。で、それで、まず始めますと。その YouTube 投稿の記念すべき1本目が2019年の9月1日なんですよ。だから今ちょうど4年経ったんですね。今でもね、もうはっきり覚えてるんですけど、1本目のYouTube。なんか、Twitter とかで使ってた動画をこう使い回してたんですよ。だからわざわざ撮影するってわけじゃなくて、で、もともとあるようなその Twitter とかで使ってた動画の素材をなんか頑張ってこう YouTube に編集したんですね。なんかそれをもう作るのに8時間とかかかって、普通にその頃まだ施術も入ったりしてるんでめちゃくちゃしんどいわけですよ。で、なんとか1本目投稿しますと。で、そっからもう睡眠時間も削って全てを YouTube に捧げてですね、もう30日間毎日投稿だーって言って30日毎日投稿するんですよ。はっきり覚えてるんですが、それでもですね、一番良かった再生数、100回ちょっと超えたぐらいですね。なんで、100回を超えた日は、つまりですね、見て、100回超えたよみたいな報告をですね、嬉しそうに僕はしていました。だからですね、今この動画を見ていて、YouTube チャレンジしたいと思ってる。もしくは YouTube チャレンジしてるけどなかなか伸びないと思ってる皆さん、大丈夫です。僕の方が伸びてなかったです。皆さんの動画、さすがに100回ってことないんじゃないですか。200回ぐらい回ってんじゃないですか。僕の方が伸びてなかったです。そんな感じで、30日連続投稿しましたと。でも再生数100回しか取れませんと。もう地獄の日々の始まりですよ。だって YouTube の広告収益もらえる基準、ご存知の方も多いと思いますが、チャンネル登録1000人、総再生時間、1年間で4000時間。これね、わかりますかね？やったことある方わかると思うんですけど、地獄です。そんなの達成できるイメージわからないんですよ。でも小遣い1万から抜け出すために達成するしかないんです。でも、イメージがわからなすぎて、僕1ヶ月間、毎日30日連続で YouTube 投稿して、そこで心が折れてしまうんです。なんでかって、やったことある方わかると思いますが、毎日8時間以上動画編集して、サムネイル作ってやって、再生数100回ですよって感じです。で、どうしたかっていうと、2ヶ月目、3ヶ月目、その60日間で、たった1投稿しかしなかったんです。もう完全に心折れてました。もうダメだって。でも4ヶ月目に12月ですよ。このままでいいのかと。小遣い1万円のまま、もう一生このまま小遣い1万円なのかと。それか YouTube 頑張るのか。僕の中にはこの2択しかなかったんです。僕は迷わず YouTube 頑張るをもう一回選びました。で、この YouTube 初期はですね、ちなみに僕が出演してなかったです。僕はどうしても出たくなかったので、別の人に出演してもらってました。今でも僕そうですよ。僕顔出さないで、ストレッチしなくていいんだったらしたくないですもん。だってめんどくさいじゃないですか。だから本当は他にズボラストレッチ出てくれる人いたらやってって言いたいですけども、もうね、散々こんだけ僕が出ちゃったんで、今更それは難しいとは思うんですが、その頃は別の人が出てたんですよ。で、その、やると決意した12月、そっからまたですね、作業量、仕事量を爆発的に増やします。やるぞと。で、初めてバズったのは忘れもしません。5ヶ月目、1月です。YouTube アナリティクスって数字が見れるんですけど、あれ上がってる。再生数上がってるよ。みたいな。したら、1日チャンネル登録者数1000人増えてる。
バズってる、これがバズるのかと思ってね、めちゃくちゃ興奮しました。ちなみにその動画、こちらです。ご存知の方も多いと思います。そこでですね、その動画1本で、いとも簡単にチャンネル登録者数1000人、総再生時間4000時間を達成します。そして、初めて広告収益が発生しました。その月の広告収益、5万円です。よしよし、これで俺は小遣い1万円脱出できるぞと。もうその5万円で、これで小遣い1万円絶対抜け出せる。確信しました。やるぞと。そして、徐々にバズる動画も増えてきて、4月にはチャンネル登録5万人ぐらいまで伸びたと思います。その頃にはサラリーマンの給料と同じぐらいか、もうそれ超えるぐらいまで収入が増えてました。そこで初めて今の僕の会社を設立します。それが今の会社、株式会社ブレイクスルーです。このブレイクスルーの意味は、現状の課題や困難、障害を突破する突破口という意味です。僕自身がお小遣い1万円からブレイクスルーできたってことはもちろんなんですが、僕と同じような境遇の人にもブレイクスルーしてほしいっていう強い意味が込められています。しかしこの会社設立して順風満帆に見えたんですが、ちょっと異変が起こります。ずーっと僕がチェックしてた YouTube チャンネルがあるんですね。僕と同じジャンルです。その方、仮に A さんとしましょう。A さんよりも僕の方がチャンネル登録者数が常に1万人か2万人多い状態だったんです。ずっと。ただ、その5月かなんかに A さん1ヶ月でチャンネル登録9万人バカーンって伸びて僕一気に抜かれたんです。衝撃でした。勝ってたのにって。なんで僕もこんなに頑張ってんのに、なんで A さんに抜かれたんだ。そう思ってる頃ですね、ちょうど Twitter の DM で、その A さんから連絡が来ます。東京に行くことになったので、コラボしませんかって連絡来たんですね。即答です。ぜひお願いしますと。もう僕はですね、コラボしたいって気持ちもあったんですが、どうやってその短期間で1ヶ月で9万人増やしたんだ。それが知りたかったんです。その A さんと緊張の初対面。もう僕はですね、もう根掘り葉掘りどうやったんですかっていうのを教えてくださいって頭を下げて聞くわけです。で、そこで僕と A さんが YouTube に対する取り組む姿勢の違いももちろんあったんですけども、僕はずーっとほとんど独学でやってきたのに対して A さんはちゃんとお金を払って YouTube を教わってたんですよ。このお金を払ってちゃんと教わる、この概念が僕にはなかったんですね。なぜか小遣い1万円で出せなかったからです。でもこの頃の僕はもう違います。さすがに会社も作って収益が出てたので、その A さんと同じ方法で僕も学び始めます。で、この頃からですね、もうその A さんとすごい仲良くて、頻繁に連絡を取り合うようになります。で、その中でもね、一番印象的だったのが、もう深夜の LINE です。僕はもうこう、6時とか7時とかに YouTube 投稿して、良いサムネイルができると再生数がビュッと上がるんです。そのサムネイル、いいサムネイルができるまで、ずーっとサムネイルをですね、何パターンも作って、取り替え、試して作って取り替えずーっと繰り返すわけです。でそれをもうね30パターンとか50パターンとか下手したら1個の動画に対してサムネイル作るんですよ。でそれをやってるとですね、もう12時を回るなんていうのはザラなわけですね。である日もうめちゃくちゃ全然うまくいかない日があって、確か深夜2時だったんです。で深夜2時になってやっといいサムネイルができて再生数がぴょこって上がったんです。と思って安心して僕は A さんにですね、サムネできました、当たりましたよっていう風に LINE をして、よし寝ようと思ってこう布団で眠りについたわけです。でこう LINE をしてもですね、すぐにこう既読がつかなかったので、さすがに A さんも2時までは仕事しないで寝てるんだなと思って、まあ俺の勝ちかと思ってこうニヤニヤしながらですね、布団に入って寝てたんです。でパッと朝起きてスマホを見たんですね。深井さん、僕も当たりましたよ。要するにサムネイルが当たったって報告がですね、なんと夜中の3時過ぎに来てる。2時に LINE が既読つかなかったのは寝てたんじゃなくて、まだサムネイル作ってたからなんですよ。でもそんな温度感で僕と A さんはずっと YouTube に対してね、全力で取り組み続けました。その A さんと同じ温度感で一緒に頑張っていったんですけども、僕も A さんと同じように伸びていくんですけども、こう感じたんですよ。このままだと、その A さんを抜かせないと。勝ちたかったんです。負けず嫌いなんで。そこで僕は、この情報を耳にします。もう100万円以上する YouTube 講座。すごい、こう、いろいろ調べたら評判も良かったんですよ。うわ、100万円。もうめまいしますよね。この間まで小遣い1万だったんで、100万円か、みたいな。でも僕は、そこで決意をします。受けようと。この100万円以上する YouTube 講座を受けて、A さんに勝とうと決意をします。一応もう、ブレイクスルーっていう会社を作ってましたが、なんか僕の気持ちの中でですね、こうブレイクスルー、なんかもう仕切ったまだいかなかったんです。なんかまだブレイクスルー途中ぐらいだったんです。もっとブレイクスルーしたい。そう思ったんです。でも、その100万円っていうのは、やっと小遣い1万円から抜け出して、YouTube で頑張って死に物狂いで稼いで、やっと稼いで100万円なんですよ。その100万円を YouTube の口座に使いました。すごく悩みましたよ。だって、これでもしも100万円払って全然変わらなかったら、また小遣い1万に戻るんじゃないか。そんな不安ももちろんありました。でも、ここは多分頑張り時だ。よしやろうと決めて、
100万円を払いました。で、申し込んで、銀行振り込みで、その100万をもう振り込むときはですね、本当にこれ、大丈夫なんだろうか。なんか詐欺じゃないかなとか、もういろんなことが頭を駆け巡っちゃって、でも100万円よし、振り込んで、やるぞと、もう一回こう気持ちを入れ直してですね、初めてのその100万円の口座にこう行って、その参加者が何十人かいたと思うんですけど、その中でもう誰よりもですね、僕は手を挙げて、たくさん質問していました。そしてその口座を上げ出してですね、一気にバズり始めました。加速しました。どれぐらいかっていうと、その年の8月、1ヶ月でチャンネル登録者数10万人伸びたんですよ。たった1ヶ月で10万人。めちゃくちゃすごくないですか？そしてその次の9月、なんと1ヶ月で12万人伸びました。ここでその A さん抜かします。100万円払って正解だった。よっしゃ。いや、気持ちよかったですね。で、その年の年末ぐらいで70万人だったんですけど、まあ、その勢いのままですね、その翌年には僕も A さんも仲良くですね、100万人突破して、このように金の盾をですね、ゲットしたわけです。そして100万人達成して金の盾を受け取り、テレビにも出させていただいたりとか、女性誌 LDK で連載をさせていただくようになってきた中で、僕の心の中もちょっとずつ、いや、かなり変化してきました。もともとは自分のため、小遣い1万を抜けたい、そのためにやってました。あとは生まれてきた娘のため、妻のため、家族のためにやっていました。ただ100万人超えて影響力がついてきて、僕にやりたいことちょっとずつ変わってきました。僕はこの苦しかった大変だった経験をもとに、僕に関わってくださる全ての人のブレイクスルーにも関わりたいって思いが出てきたんです。今までもちろん努力してきましたが、それ以上にこの経験の中で僕自身成長できたことが僕の人生を本当に変えてくれました。そして僕が自分自身を変えれたのは、僕が自分の可能性を信じて最後まで頑張れたからと思っています。だからこの動画で僕がズボラ視聴者の皆さんに何ができるのか、どんな恩返しができるのかと思ってこの動画を撮らせていただきました。でもどうしたら恩返しできるんだろうって考えた時に、ズボラの皆さんにこのズボラストレッチっていうこのチャンネルを通じて自分に自信が持てるきっかけを作ることだと思いました。仕事、育児、家族、もちろんそうですが、痩せて健康になるっていうことだって本当に大切なことです。そして痩せて健康になる、本当に大変です。そして僕自身ももちろんさっき言った通りストレッチ好きじゃないです。でも痩せるためにこのズボラストレッチ続けたり、暴飲暴食やめたり、自分自身を僕が律さないといけないと思ってます。その結果、最近やっと少しずつ理想の体型に近づいてきました。この2、3ヶ月で僕80キロ前後あった体重が今75まで落ちてます。だからこの動画見てるズボラの皆さんも、ズボラな自分自身に少しでも向き合って、自分に自信を持てる体に近づいていく中で、自然と皆さんが自分自身に自信を持てるようになると思います。そしてそれが皆さんがブレイクスルーをするきっかけを作れるようになるのではないかと信じています。今はずっとそんな思いでズボラストレッチというチャンネルを続けています。だから少しでも多くの皆さんにブレイクスルーしてもらうきっかけを作るために、僕はズボラストレッチを通じてダイエットとかストレッチ、運動のハードルがもっと下がればいいんじゃないかなと思ってます。やらなきゃ、痩せなきゃ、頑張らなきゃと思って継続できないって人が多すぎます。もう毎日コメント DM でたくさん相談いただきます。でも僕思うんです。毎日必ずやらなきゃいけないんでしょうか？なぜ3日坊主は悪いことなんでしょうか？どこの誰がそんなこと決めたんですか？僕はそれはただの思い込みだと思います。そんな思い込みなくして、ちょっとずつ小さな一歩でも理想の体に近づいて、自分自身に自信が持てるようになる、そんな人が一人でも増えてくれたら嬉しいなと思ってます。そしてこれからはもっとズボラの皆さんになるために、僕苦手なんですけども、ライブ、インスタライブとか YouTube ライブとかやっていきたいと思ってます。もっとこの動画をきっかけに皆さんとコミュニケーションを取る発信を増やしていきたいです。そして皆さんに対してブレイクスルーしましょうって言うだけじゃないです。もちろん僕ももっとブレイクスルーし続けたいと強く思っています。だから実は、新しいチャレンジ2つ進めてます。1つ目、本の出版です。もう2年ぐらい前からもう出すってもう出す詐欺して本当に申し訳ないのですが、実は僕まだ1冊も本の出版してないんですよ。他の YouTuber とかインフルエンサーの方、みんな本出してますよね。もう単純に僕ズボラでめんどくさがりなんで後回しにしてしまったっていうのはあるんですが、本を出すからにはズボラな人でもちゃんと読み切れて実践もできる。そこにコミットしたかったんです。だから1冊目の本は読みやすい、実践しやすい、面白い、この3つ兼ね備えてますので楽しみにしててください。今の予定では年明けに発売予定です。そして2つ目のチャレンジは僕にとっても完全に未知への挑戦です。それは僕にとっては本を出すよりももう何倍も何十倍も大変で勇気がいることなんですが、そのチャレンジすることによって視聴者の皆さんの役に立つと思ってますし、 YouTube のこの自宅のトレーニング、ストレッチのその分野に新たな可能性を届けられると思ってます。ちなみに僕そのチャレンジのおかげですでにこの 2,3 ヶ月で 5,6 キロ落ちてます。ずっと動画を見ていただいてる方には分かると思うんですけど、最近深井さん痩せたよね、インスタでも YouTube のコメントでもめっちゃ言われます。この2つ目の挑戦に関して詳しくは数日後に発表するので
楽しみに待っててください。こんなに長い動画を最後までご覧いただき本当にありがとうございます。少しでも皆さんに勇気、元気与えられたら僕も嬉しいです。これからも一緒に頑張りましょう。応援しています。僕の中で雄たけびを上げている魂が愛になるその時までありのままで燃え続けて叫ぶんだもう怖くないよだから今すぐに光を